皆さんお疲れ様です。私ですね、ミニクーパー、なんとか修理しながら乗っているわけなんですけども、この今までのね、経験をこう生かして、最初にこうやってたらよかったなとかって思う反省点とかも含めまして、今回はですね、ミニクーパー R56 エンジン不調の時の対処法ステップ1ということで、ちょっとお伝えしていきたいと思います。今回ですね、エンジン不調ということで、具体的にどういう風な症状かと申しますと、アイドリング不調ですね。ちょっとエンジンの回転数がこう安定しないとか、もしくはもうひどい時にはですね、エンジンが止まってしまうというような場合、これはどういう風に解決していったらいいのかというところで、ちょっと、今回3ステップぐらいですね、ちょっと考えておりますので、皆さんもしね、こういう風な症状がある場合は試していただいたらいいかなと思います。これについてはですね、コスト面、それから、交換のしやすさ、作業性ですね、なんかをね、こう考えて、安く簡単な方法でこう治っていったらラッキーだなというような視点で、ちょっと選んでおりますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、ということで、エンジン不調ですね、アイドリングの不調に関しましては、こういろんなね、原因が考えられると思います。まず一つ目は、電化系のトラブル。で、もう一つは、燃料系のトラブル。で、3つ目がですね、これがね、機械的なトラブルですね。っていうので、こう、大きく3つかな、あるのかなと思います。不具合がね、出たときは、この、車の方のね、コンピューターにログが残るので、OBD2 のね、端子からこう、いろんなね、ツールを使って吸い出すことができます。で、その中で、この電化系がちょっとおかしいよということが、こう、私の場合で結構ね、出てきたわけなんですけども、その度に、この、イグニッションコイルとかですね、あとプラグ、チェックしたんですけども、もう見た目はですね、全然問題ありませんでした。で、イグニッションコイルとかこのプラグ系のチェック方法としては、ちょっとエンジンがかかってる状態で、イグニッションコイルをね、引っこ抜くっていう、ちょっと荒技があるんですけども、それを行いましたら、もしそのイグニッションコイルが悪ければ、エンジンがね、この悪いままなんで全然変化がないというような感じでですね、4つともこういうチェックが、チェックをね、することができます。ということでね、今回はね、そこがもう大丈夫よというふうな前提で、次どういうふうにしたらいいのかというところに進んでいきたいと思います。はい、出ました。これいつもね紹介してますけども AZ のですね燃料添加剤になります。もうこれはねファーストステップと、言えばもうこいつをまずね試していただいたらいいかなと思います。これなぜこれを進めるかと言いましたら、まず取り扱いが非常に簡単、2つ目、これはですね安いということですね。で3つ目を申しますと、これが意外に効果があるというところで、こちらを、まず第一段階としてお勧めしたいと思います。もうこれならですね、ちょっと機械、苦手なんですよとかっていう方でも大体できると思うんで、まずこれを試してもらえれば、これをね入れてエンジンの調子が上がればですね、ラッキーということになります。ではね、これを進める理由ですけども、これねいろいろあるんですけども、先ほどねちょっと言いましたけど、トラブルの中でこう燃料系のトラブルですねっていうのがこうあるかと思います。それは
この R56 ね、クーパー S でしたらハイプレッシャーポンプとかって言って燃料ね加圧してエンジンに供給するシステムがついてるわけなんですけども、経年の経ってる車でしたらやはりですねこの、長年蓄積した、ガソリンのねタールとかスラッジ汚れなんかがついてるというところで、なかなか本来の機能が発揮できないところがあるということになります。でそこで、汚れたね部品を取り替える方法も一つあるんですけども、そこはここで一遍洗浄してみるという、理屈になります。次にですね私の経験値で申しますと、ミニ購入当初ですねアイドリングがなんか不安定だなということを感じていたわけなんですけども、その時にですねミニクーパーよりも実はもう一つの、エブリィねルビンゴの方がアイドリングの調子が悪いということで、そちらを直す目的でこのオイル添加剤ガソリン添加剤を購入して入れていたわけなんですね。でそれとついでにこのミニクーパーの方もちょっと、入れてみようということで入れておりました。それがそうしたのかちょっと分かりませんが実際ですね、そこからアイドリングの調子悪いなと言いながら、約1年半ぐらいはそのまま放置してる状態で、なんとかね乗れてたというような経験がございます。それでですねその経験を実は生かせばよかったんですけどもすっかりですねこいつを入れてなんか調子が良くなったななんていうねところを忘れてたのでいろいろ部品を取り替える、ことに至ったわけです。使用方法はもう至って簡単ですので、そうですねこの1缶ね、1リッター缶かな、これを買って、そうですね最低でも3回は続けてこいつを、ガソリン入れるためにですね補充してあげたらいいかなと思います。中のね洗浄ということになるので入れたすぐは当然何て言うのかな効果は現れないとは思いますけども3回か4回続けてやるうちにだんだんと自然とねなんか調子最近いいなみたいな感じに変わってくると思います。はい、ということでねまずはこのステップ1ということでこいつをまず試していただいて、それでもまだちょっとね調子が悪いなという時には次ねまたお届けしますけどもステップ2の方に進んでいただいたらいいかなと思います。はい、ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。